こんにちは、月島です。ファブフィルタープロ Q3 のレビュー第2回目です。前回では基本的なイコライザーとしてのレビューと使い方を見ましたが、今回はアナライザー機能について迫っていきたいと思います。目次です。アナライザー機能、フリーズ機能、スペクトラム表示、マスキング機能、最後にまとめと次回予告です。それではプロ Q3 のアナライザーとしての機能を見ていきたいと思います。私はミックス時の各トラックの音を整えるときにプロ Q3 のアナライザー機能を使用しています。グラフが見やすいのとフリーズ機能で周波数を表示してくれますので、イコライジングポイントが探しやすいのが魅力です。ただ、アナライズ専門のプラグインではありませんので、RMS 表示などはありません。あくまで音源のピークを確認できる機能になります。次はフリーズ機能について見ていきたいと思います。フリーズ機能とは、音源を再生している間の周波数のピークをホールド表示する機能です。使い方は右下のアナライザーの隣のプリプラスポストをクリックします。表示されたメニューの中の氷のアイコンをクリックするとホールドするモードになります。音源を再生します。そしてホールド状態で周波数の部分にマウスのカーソルを移動させるとピーク部分の周波数を表示してくれます。またこの状態で左下の鍵盤のアイコンをクリックすると鍵盤が表示され、ピーク部分の音階を表示することも可能です。これらの機能は周波数を確認する上でとても便利です。ただ別のトラックのプロ Q3 を表示してしまうとピーク表示は消えてしまう仕様なので、見比べたい場合はスクリーンショットしておくなどの方法が必要になります。スペクトラムグラブは普通のアナライザーとフリーズが合わさった機能です。設定方法はメニューの左から2つ目のアイコンをクリックします。実際に見た方が早いので音源を再生してみます。カーソルを持っていくとその瞬間のピークの周波数を教えてくれます。次はスペクトラム表示について見ていきたいと思います。スペクトラム表示も設定で変更を加えることができます。表示をプリイコライジング前とポストイコライジング後のどちらかを選択、もしくは両方表示することもできます。その他の細かい設定として、レンジで表示する幅、レゾリューションでアナライザーの解像度、スピードでアナライザーの反応速度、チルトで低音域の表示範囲を変えることができます。次はマスキング機能の設定や使い方を見ていきたいと思います。プロ Q3 にはどの周波数帯域に音が多く集まっているか教えてくれる機能があります。マスキングにつきましては、イコライザーの使い方第4回でお話ししました。同じ周波数帯域のトラック間による被りのことです。具体的に言うと、ドラムのキックやベースの周波数帯域などです。2つの音源の周波数を並べてみると、ほぼ同じ特性を持っています。同時に再生するとマスキングという効果が現れて音が聞き取りづらくなります。ドラムとベースのトラックにプロ Q3 を挿入します。基本的にはそれだけです。アナライザーのメニューを表示します。ベースが表示されています。選択して音源を再生します。
赤く表示されている周波数付近にかぶりが発生してマスキング現象が起きていますので、この周辺のイコライジング処理をしてあげることで音が分離して聞きやすくなることを教えてくれています。あくまで目安ですが、この機能もあるととても重宝します。次はまとめと次回予告です。いかがだったでしょうか。アナライザー機能をレビューするだけで1本の動画ができてしまいました。それだけ機能が盛りだくさんなプラグインです。次回は ProQ3 のダイナミックイコライザーとリニアフェイズイコライザーとしての機能を見ていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。